うわーすげえ、ものすごい活気だ。マジか。今5時11分です。何時に出るのか全然分かりませんけど、とりあえず列に並んでます。まだ半分くらいしか人入ってない気がします。おお、出発しました。うわ、大混雑です。ナイロビから6時間、海沿いの町モンバサに到着しました。バスターミナルはいろいろお店も充実してますね。たくさんの人が乗り降りするのかな。ここはケニアですのでウーバーが使えるんですけど、駅の広告なんかがずっとボルト推しなんで、ボルトの方がメジャーなのかな。なんかすごいね、ビーチまで案内しますよっていう看板がすごいね。なんだこれ、タクシーの勧誘なのかな。看板がものすごいです。確かにボルトの方がちょっと安いですね。確かにボルトの方が200シリングくらい安かったですね。じゃあ出発します。色割れすぎじゃね。着きました。今日泊まるのはシェラトンリージェンシーホテル。まあ値段から分かってたけど、シェラトンホテルとは関係ありません。シェラトンとは違いますけど、結構綺麗ないいホテルですね。うわ、エアコンある。この旅で初めてエアコン見ました。いいな。お部屋にもついてるかな。さあ、今日のお部屋はこんな感じです。かなり綺麗です。ベッドもダブルサイズかな。うわ、来たー。エアコンついてます。部屋にエアコンがついてるっていいね。と冷蔵庫とデスクとお水もありますね。これはありがたい。洗面台はトイレとは別でありますね。これもいいね。お手洗いとシャワールームも問題なさそうです。いや、何よりもありがたいのがヘアドライヤー貸し出しありっていうことで今もらえるみたいです。いや、ようやくドライヤー使えるよ。なんだこれ、中庭なんか窓閉まんない。まあいっか。久しぶりにホテルの設備が充実しててテンションが上がりますね。ちょっと休憩したらオールドタウンを散歩します。ホテルのテレビってどれくらいの方が見てるんでしょうね。私は一回も見たことないですね。まだ日が出てるけどオールドタウンまでちょっと歩きますんで、早めに外出ましょう。2000シリングキャッシングしました。500シリング札のライオンかっこいいですね。手数料はねちょっとわからなかったですね。後で確認します。このモンバサの町はケニアの旧首都です。今はナイロビに続く第2の都市として栄えています。7、8世紀頃にアラブとインドの交易拠点として栄えたアフリカ最古の港町です。ケニアは 80% がキリスト教で、イスラム教徒は 10% ほどしかいないみたいです。イスラム文化と先住民族の文化が融合して、ここで独自のスワヒリ文化、スワヒリ語などが誕生したそうです。ここは結構夜は危なそうですね。そもそも何もないわ。モンバサの猫発見。結構こんな感じで廃墟になってたり崩れちゃってる建物たくさんありますね。なんか海辺のリゾートみたいのを想像してたんですけど、そういうわけじゃなさそうですね。もうちょっと歩いて晩ご飯にしますか。モンバサは猫多めか。お休み中。出たー。鉄格子の中にお店あるやつ。鉄格子越しだと何が売ってるか分かんなくない？なんか薬屋さんみたいのある。品揃えはちょっと少なめ。この街は結構トゥクトゥク多いですね。後で乗ってみようかな。ボルトで呼べるのかな。トゥクトゥクおじさんと直接交渉するの大変そうだから、なんか配車アプリで見れたらいいね。うわー、何屋さんだか分かんないけど全部鉄格子で囲まれてるけど、そんなやばいのかなこの街。さっきからすれ違いざまにさっきから結構すれ違いざまに日本語で話しかけられるんですけど、意外と日本語知ってる人いるのか。いや本当にお店全然やってないね。さっきなんか屋台みたいの見つけたんですけど、ハエがめちゃくちゃ群がってるいつあげたかわからないフレンチフライだけ売ってて、さすがにあれを買う気にはなれないな。まともそうなっていうかかなり大きなレストラン見つけました。もうここで食べちゃおうか。はい。結構賑やかな店内ですね。ただこれ見えないかもしれませんけど、このテーブルの上にハエが20匹くらいいます。やばいな。ようやくご飯が食べられそうです。ここで食べたいのはモンバサビリヤニっていうインドのビリヤニのローカライズされたバージョンです。楽しみ。さあまずはコーラで乾杯しましょう。あまり冷えてない。まあ
最高。これがモンバサビリヤニ、チキンのビリヤニですね。これ上にかかってるロージョーっていうソースが特徴です。調べたらトマトとかヨーグルトベースのソースらしいです。インドとスワヒリ文化の融合ですね。いただきます。よし、モンバサビリヤニいただきます。このロージョーっていうローカルソース、トマト風味で結構あっさりで食べやすいですね。私が旅行客だからかスプーン出してくれました。ありがてー。さあ、チキンビリヤニお楽しみのチキンが出てきました。結構大きい。ケニアはね、チキンがなんかパサパサしてんだよね。どこ行ってもこの味。チキン、ぱっと見店内いい感じなんだけどね。ごちそうさまでした。いや、とにかくハエが多すぎてあんまおすすめできません。こんな感じのファストフード店もあるみたいですね。ここら辺はアラブ系の街なんで、ケバブも売ってますね。今夜7時なんですけど、急になんか人いなくなってきましたね。 ATM の門番さんしか外には人がいませんね。うわー、素敵なミナレットですね。お祈り用のモスクですので中に入るのはやめておきましょう。このお店のシャッターが鉄格子になると急に治安の悪さを感じますよね。うわ、ケンタッキーある。でもやっぱ警備員さんが入り口に立ってますね。そんな感じ。街に信号がなくてこんな感じでラウンドアバウトになってるんですけど、いつまでたっても渡れねえ。渡れた。うわ、アイス屋さんあるじゃん。今日は終わってるけど明日寄ってみようか。うわー、この夕日、青い空とオレンジ色の空でめちゃくちゃ綺麗なグラデーションになってる。おー、なんかかっこいい建物あるけど、これ廃墟かな。もったいない。この大通り沿いは人通りもあってそんなに危ない感じはしませんね。ただアジア人が珍しいのか結構な確率で話しかけられます。ケニアのモンバサ1日目、ビーチリゾートかと思いきやイメージと全然違いましたね。明日もいくつか見に行くところがありますんで、どうぞお付き合いください。それではダラサラマ化粧。道路もそうだけど歩道も結構穴開いてるね。危険です。うわ、こんな遅くまでまだ靴売ってる。お疲れ様です。ジャンボ6です。ホテルの朝食がついてました。美味しそう。なんかコーヒーマシーンなんですけどギリギリすぎじゃん。今日もモンバサの街を散策しましょう。首都のナイロビは朝晩寒かったりするんですけど、ここモンバサはもう朝から一日中暑いですね。このサファリコムって通信会社だと思うんですけど、このお店に入るのにボディチェックいるの？街を歩いてる分には気にならないんですけど、 ATM とかお店の感じを見ると治安はそんなに良くないのかもしれませんね。こんな感じで鉄格子で厳重に守られています。信号がないからなかなか渡るタイミングがない。火を消して行きます。この街の大きな交差点、時計台みたいなところも時計止まっちゃってんだよね。これから見に行くのはこの世界遺産フォートジーザスです。街の中心からだいたい歩いて 2,30 分くらい、外暑いのでトゥクトゥクかタクシーで行った方がいいと思います。ここから数十キロくらい南に行くと私が思ってたビーチリゾートがあるみたいなんですよね。今ここにいるオールドシティはあんまり観光するところじゃなさそうです。着きました。これがフォートジーザスです。やべ。Yes, Japanese. こんにちは。こんにちは。モンバサようこそ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ゆっくり。ゆっくり、はい。Come to Mombasa for Jesus. ありがとうございます。 My name is Mohammed. I want in here. Guide. No, guide. Guide is good. No, sorry. Thank you. さすが観光地、めちゃくちゃ客引きの人が多いです。まずはチケットオフィスで入場料をお支払いしましょう。18.63US ドルで入場できました。クレジットカードのタッチ決済も OK です。ここはフォートジーザス、イエストリデと言います。この世界遺産フォートジーザスは1593年にポルトガル軍がインド洋の貿易圏を支配するために築いた要塞です。インド洋の海上交易ルートとモンバサ港の防衛を目的として建てられています。ヨーロッパ、アラブ、アフリカ勢力が何度も争った場所というのが最大の特徴ですね。サファリのイメージが強いケニアですけども、ここの東海岸モンバサでは全く別の歴史を持っています。アラブ勢力との間で9回も所有者が変わるという血塗られた過去も持っています。
さすがにこれは最近描いたやつだよね。壁画じゃないよね。これは外敵から身を守るために作られたオマニドアと言います。厚いサンゴ石の城壁が有名みたいですね。サンゴ石っていうのは多分この白いゴツゴツした部分を指してるんだと思います。当時沿岸部で調達が容易だったこのサンゴ石を使って城壁を建てているそうです。わあ、この大砲は当時のものでしょうか。スラッと整列してて強そうですね。お、これは地下に穴が掘ってありますね。すげえ。これクジラの骨？本物？めちゃくちゃでかいよ。いや、これさすがに本物じゃないか。インド洋の貿易と植民地争いの歴史がそのまま残った場所としてとても人気のある観光地です。キャプテンズハウス、お邪魔します。特に何もない小部屋です。おお、こうやって海に向かって大砲が構えられてると本当要塞っていう感じがしますね。フォートジーザスで時間使いすぎちゃった。もう一軒見たいところあるんで急いで行きます。歩いて行こうと思ったんですけど、ボルトのバイクタクシーがもう90円くらいらしいんで呼びました。なんかバイクドライバーさんが道にずっと迷ってて全然到着しないんだけど迎えに行きます。さあ、今回はこのリコニーフェリーというのに乗りに来ました。無料で橋渡ししてくれる大きなフェリーがあるということでやってきたんですけど、すげえ、めっちゃでかいです。これはモンバサの南エリアに行くための非常に重要な交通機関で無料で誰でも乗ることができます。たくさんの人が通勤などに利用しています。このリコニーフェリーに乗って海岸に行くことができます。すごいね、たくさんの人が続々と入場してきます。これ何人乗れるんだ。隣の方に車を乗せる船もありますね。うわー、すげえ、ものすごい活気だ。マジか。今5時11分です。何時に出るのか全然分かりませんけど、とりあえず列に並んでます。まだ半分くらいしか人入ってない気がします。あ、さっきからどこどこ鳴ってるこの太鼓は出発の合図なのかな。どんどん速くなってますね。あと入り口の門も閉められちゃったみたいだからそろそろ出発かもしれません。本当これ何人乗ってんの。おお、出発しました。お、そろそろ到着みたいです。なんか皆さんじりじり前に進んでますね。さあ、到着です。降りるぞー。うわ、大混雑です。あと5分くらいのフェリーでしたけど結構面白かったですね。人がめちゃくちゃ多いね。ここからみんなお家に帰るんでしょうね。なんかたくさんの人がこっちに行くからちょっとついてってみようかな。何があるんだろう。わあ、バス乗り場ですね。ここからみんなバスとかバイクタクシーで家に帰るってことですね。なるほど。お家帰る前に野菜買ってきなさいよってことで八百屋さんがたくさん並んでますね。皆さんのお邪魔して申し訳ないんですけど、私こっち側に用はないんですぐフェリーに乗って戻ります。変な人に話しかけられちゃうと逃げられないんで全く聞こえないふりして素通りしましょう。今度上の方行ってみようかな。見晴らしの良さそうなところ座りましょう。普通にフェリーが動き出しました。おお、てか人いすぎじゃない。さあ降りましょう。まさに通勤ラッシュ。皆さん一斉に飛び出していきます。まあ仕事終わったら早く帰りたいよね。この大きな川を渡って向こう側に渡るために皆さんこのフェリーを利用しています。よし、じゃあ暗くなる前にボルトのバイクタクシーでレストラン行きましょう。うわ、めっちゃ飛ばすやん。飛ばすやん。今日の宴会会場はこれです。アルワタニーレストラン。うわ、まためちゃくちゃハエがいる。そしてお客さんはいません。まあいいか。店員さんが吸気口吸ってファンを回してくれました。めちゃくちゃ風強い。テーブルの上のハエが飛んできました。一応席にコンセントあるけど使えなさそう。いや、今日は暑かったですね。マトンのビリヤニ食べたかったけど昨日もビリヤニ食べたんで今日はシャワルマにしました。さすがアラブインドの融合。よし、めちゃくちゃ冷えてるコーラきた。いただきます。最高。シャワルマチップスっていうのを頼みました。多分チキンのシャワルマにフレンチフライが入ってる感じ。
ケチャップマヨネーズみたいなソースは美味しいです。これで半分なんで結構なボリュームですね。ごちそうさまでした。なかなかボリュームもあって美味しかったです。わあ、これがチキンケバブ。What is this? Yes, 150. 150? ああ、 Maybe pizza. ピザ。ああ、これピザなんだ。へえ。アルバタニレストラン。ごちそうさまでした。このモンバサにはもう一泊して、明日の早朝飛行機でルワンダに行きます。それではララサラマ決勝。ここにある時計も全然時間ずれてますね。止まってるわけじゃなくてずれたまま動かしてるみたい。合わせてもらえたら助かるのにね。エレベーターに乗ると BGM がかかります。なんか演歌みたいだね。ジャンボ弥勒です。今日は早朝から空港に向かいます。早朝だったんでボルトタクシー予約しときました。ジャンボ、三菱社製のナビが日本語から変わんないから英語に変えてくれって言われたんですけど、メニューボタンなくて変えられませんでした。ごめん。よし、モンバサの空港着きました。ターミナル2だよって言ったらターミナル2の本当目の前まで乗せてってくれました。ありがとう。アサンテ。モンバサの空港ターミナル2は国内線ですので非常にシンプルな作りです。入り口入ったらすぐ荷物検査とチェックインカウンターがあります。お、この時間でもカフェやってる。なんか飲みましょう。アイスアメリカーノとチョコチップマフィン買いました。これ食べながら飛行機待ちます。ケニアは6日7日目かな。都市部のナイロビとサファリツアー、それから沿岸の町モンバサ、3つのケニアを見てきたんですけども、皆さんどこがお気に入りだったでしょうか。次はアフリカ一先進的と呼ばれる国へ行きます。それでは起床。搭乗ゲートの上にカラスがいる。うわ、ジャンボジェットなのにプロペラ機。お、足元は結構広めです。恐れていたことが起きてしまいましたね。今は国境閉じてるから行けないよっていう風に言われちゃいましたね。シャン何場所が分かんなくて私がナビしてる。こんな真っ暗なのに一つすれ違うんだけど怖っ。ここにいれば安全だからって言われて、そこに人寝てたりするの。タンザニアの国境まで無事に行けるのか。